皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は変わり飛車紋亀甲の差し子付近を制作していきます。よろしくお願いいたします。今回で4回目の動画になります。前回から実際に差し子を始めまして、今回はその続きをやっていこうと思います。ではその前に、簡単に今までの動画の振り返りを話していこうと思います。まず1回目の動画は、それは紙にこの変わり飛車紋亀甲の模様を描く練習をしました。実際に斜方眼と、あと直線の方眼、それに模様を描いて、という、動画では書き終わったものを見ていただきながら、こんな感じで書いていきましたっていう話をしました。2回目の動画では、斜方眼から描いた変わり飛車紋亀甲の模様を、今度は晒しに移すまでの過程を動画にしました。そして3回目、前回の動画から実際差し子に入っていきました。で、前回差し子したところはですね、それまでに外枠はぐるっとやったんですね。で、前回の動画では、まず、この外枠、こちらの外枠から、そちらの外枠まで、途切れることなく直線で刺せる部分があるんですよね。そこを優先にやっていきました。まだね、この縦のラインとここの縦のラインが残ってるんですけど、それは後々今回やっていく、今回以降ですね、差し子していくときにつなげてやっていきたいなって思ったので残ってます。こことここは残ってるんですね、縦ラインは。で、それ以外の、斜めもそうですね。例えば、ここの外枠から反対の外枠まで、この線ですね。ここは途切れることなく、まっすぐ刺せばいいんですよね。で、こういうところがですね、ポンポンポンとあるんですよ。で、こちらの向きでもポンポンポンとあるんですよ。もうそれをね、ひたすら優先順位、そちらを優先に差し越していきました。で、もちろんわかりやすくするには、まず縦だけやって、斜めやって、で、斜めやってっていうのがわかりやすいかと思います。やる順番としては。もちろんそれはそれでいいと思うんですけど、私はだいたいこういうパターンになった時は、例えば直線でこう来たら、まだ糸が残ってるってなったら、こうね、つなげていきたい人なんですよ。それでここでまだ糸残ってたら、さらしとさらしの間糸通して、こっちに行くみたいな。そういうのでできるだけ長くさせるところをやっていきました。で、ここのところでですね、方向を変えるときに、これは前回の動画で言ってるので、それを見ていただければと思うんですけど、例えば、ここから来て、で、外枠を沿わせて、で、こっちに行く。直線だけだったらそれでいいんですけど、絶対ここの部分が余るなって思ったから、ここまで来たら、ちょっとここの部分もやると。そしてからこっちに向かうとか、そんなことをですね、前回の動画ではやりました。で、そのあたりの指し順もね、ちょっと悩んだりしたんですけど、で、そうやって通すことによって、ここの端が全部埋まってます。裏から見ていただきますと、このような感じですね。この外枠に沿った部分がですね、こういう感じで埋まっております。これをやらないと、多分最後ここだけ余るなと思ったので、近くに来た時は少しここやって、こっちだったらここやってっていう風に、地道にやりまして、こういう風になりました。反対も同じですね。今言ったのと同じように、ここをね、やったので、全部埋まっています。こちらも裏から見るとこのような感じになっています。それが前回の動画で言ったところを道なりにやっていくと、今こことここが空いてますけれども、それ以外が
全部埋まってるという感じです。これが前回までの動画の話。で、そこから私も続けていきまして、今回入るところが、それ以外のところ。要するに、ここだったら直線でずーっとまっすぐ行けるんですけど、例えばこういうところね、こういうところはもう行けないんですよ。もしこの斜めで降りてくるんだったら、さらしとさらしの間糸通すか、それとも違う方向で行くかとか、そういう風にしないと、ここはさせないんですよね。で、その部分に入りましたので、じゃあそこをどう差し越するかっていうことですね。で、これは私は、簡単に言うと、今実際ここやってるんですけど、ですね、例えば、ここは埋まってるんですよ。で、どうやって埋めたかっていうと、ここで言えば、ここ。今ここ、指でなぞったここ。ここを一区画とするんですよ。ここを一区画として、私はここから降りてきました。それはこれから刺すんですけど、まだここは刺してないんですけど、とにかくここゾーンを一区画とするんですよ。ここゾーン。で、そこを上から下に順々に降りていって埋めていくっていう感じですね。私はこっちからこっちには行ったりしないですね。とにかくひたすらここだけやる。それでこことここが埋まってるんですよ。こういう風に降りてきて埋まった。そして次こっち行ってこういう風にやって埋まったっていう感じですね。で、これは、まず私が前回も言ったんですけど、その刺し順を決めるときに何を優先にするかっていうところで、できるだけ私は針に糸を通したら、なるべくこれを切らずに刺せるところまで刺し切りたいっていうのがあるのと、それが一つと、あとは途切れるところで、さらしとさらしの間に糸を通さなければならない箇所が、どっかでは出てくるんですよ。で、どっかで出てきたときは、私は、もし通すんだったら、例えば、もしこのラインでこう差し越したら、ここがないじゃないですか。で、ここからこういう風になりますよね。そうすると、こことここをさらしとさらしの間、糸を通すかどうかっていう選択が出てくるんですけど、それだったら私は、横断するようにではなくて、できるだけこの実線に、もしね、さらしとさらしの間糸通すんだったら、できるだけ実線に沿わせるように糸を通したい。と思っている。この2点を優先に考えた指し順にしています。で、もちろん、横断するように通す模様もあります。寄せ木模様なんかはそういう箇所あります。ただ、この模様に関しては、そういうふうに通さなくても私できるなって思うルートがあったので、それでやっています。で、それが今言ったように、大きく言えば、ここを一区画として、ここからここだけをひたすら降りてくる。っていう感じです。で、じゃあ実際これはどうやってじゃあここで言うと、今だからここゾーンをやってるんですよ。ここをズズズズズーっと来て、ここまで来る予定です。ここまでね。なので、ここから始まって降りてきてるんですよ。降りてきて、今、ここにありますね。はい。じゃあ、こっから、そうですね。どういう風にやっていくのってなると、とにかく上から下に降りてくるので、例えば、今ここから出てるから、こうですね。ここから糸が出てるから、もう次はここがこう下に降りてくるんですよ。下に降りてくる。そしたらここをくの字に曲がるという感じですね。だから方向的には必ずここをこう降りる。そしてここをこう降りる。ここを降りる。ここを降りる。っていう感じ。これざっくり、ちょっとはしょって言ってますよ。はしょって言ってますけれども、ここは降りる。ここも降りる。ここも降りる。っていう感じ。じゃあ他どうすんのっていうことが出てくるんですよね。で、まずはここから、ここまで行きます。はい。じゃあとりあえずそこまで行ってみましょう。まずはね。実際に刺していきながら
降りていきます。なので、大まかな方向はこうです。こっちに来ます。で、これ、ぐるぐる回るので、私何度もあるんですけど、こういうことやると何度もあるんですけど、大まかにはこうやって降りてくる。ここはこう降りる。ここはこう降りる。それでこう来るんですけど、絶対ここからこっち行っちゃう時とかあるんですよ。ここまで来た時にこっち行っちゃう時とかあって、こう行っちゃう時とかあるんですよ。そうすると、あれこっちのゾーンに行ったみたいなことがあるんですよ。迷子になりやすいです。だから必ずしもこの方法がいいとは私は思わない。思わないけど、私の好みなのでそういう方法にしてます。これやると、もう、違う方向に行きやすいです。それは最初に言っときます。なので、推奨するわけではないです。私はそういう指し方が好きなのです。で、じゃあ迷わないするためにはどうすんのってなるんですけど、これは、やっぱり、方向ですよね。例えば今こう思ってるじゃないですか。こう思ってたら、今私こっちに向かってるんだ。とかね。例えば、あと方向が違うとき、こういうふうに差し越するときが、こういうふうになるときもあるじゃないですか。例えばここに行くときにね、こういうふうに持つじゃないですか。くるっとなるんですよ。で、くるっとなるときも、方向はそっちだっていう。たとえこう、付近がぐるっとなったとしても、自分がどっちの方向にこれ向かってるんだっていうのを意識しながらやってます。なので今この向きだったらこっちなんですよ。進行方向は。そういうのをこうくるくる回ったとしても、あ、自分は今、だからシンプルなんですよ。ここからこういう風に向かっていく。ですよね。方向はね。だから、この付近がこうなってたらこっち行くでしょ。で、この付近がこうなってたらこっちなんですよ。っていうのを変わったとしても、あれどっち向かうんだっけっていうのを意識しながら指すっていうことですね。それによってこっち行くから、あ、こっちじゃないとかね。いうことに気づけるんですよね。でもこれはですね、私、これ今変わり飛車門機構でそういうふうに言ってるんですけど、例えば過去に配信した動画の中で朝の葉。朝の葉も、さなしとさなしの間に糸通さないバージョンの動画を投稿したことあるんですよ。あの刺し方と、あとは私、あられきっこを一通り差し越した動画も投稿してるんですね。過去の YouTube で。その、あられきっこの時も、あられきっこって六角形になる部分あるんですよね。で、そこにこう、さらしとさらしの間に糸通すような感じになるんですよ。だけど、あれを通さない刺し方で、私、あられきっこで刺したんですよ。あれの時も、こういう、なんか、行って戻って行って戻ってぐる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 して、みたいな感じでやってるんですよ。あの辺をひたすらやってきたんで、なんとなくわかるんですよ。あ、進行方向を意識しなきゃダメだなっていう。その辺の積み重ねがあるから、私はこういう刺し、ぐるぐるするんですけど、それもなんか慣れてきたっていう感じはあります。はい。では、ちょっと話が長くなってしまいましたが、ここから刺し子に行こうと思います。では、ここから行くので、そうですね。針目の間隔は前回の動画で言った通りになります。で、はい、じゃあここから行きますね。ここの間にまず2目入れます。はい、2目入りました。そして次、また2目入れます。で、ここで2目入るんですよね。で、そうですね。ちょっと一回わかりやすいように、裏で抜きます。わざとね、一回裏で抜きます。はい。はい、で、糸をなじませて、今ここ裏で抜いてます。で、ここのところを裏返しますね。返すとここにこうなってます。
で、ここ今通ってるんですけど、ここを私はこういう時はギリギリでちょっと、ちょいと、ちょいと横切るっていう感じですね。ここをちょっとだけ横切ると。で、表から見た時にちょっと針の位置を微調整して、はい。これで一回脱ぎますね。まあ、これをこういう風に表からこうやっちゃう時もあります。今はね、わかりやすいように一回裏で針を抜いてから裏から刺したっていう感じですね。ここですね、今。これちょいっと、ちょいっと渡る。ちょいっと渡る。っていうのが、これは勝手な私の好みですね。はい。まあ、でも今はね、もうすでにこう刺してあるからなんとなく目安が分かった上でちょいと渡りましたけど、これ先にこっちを横切って、後からこう通るっていう場合もあるので、はい。今はちょっと分かりやすかったんですけどね。で、ここをちょいと越えました。ちょいと越えて続きやります。はい。で、こういうふうに表戻った時も、なんとなく、こっちに向かうんだっていうことを意識します。で、だから今からこう刺すので、こう刺すからこういう風な向きになったんですけど、その時も最終的な進行方向はそっちだっていうことは意識してます。だから、ここでこう糸を渡すんだなっていうところを意識してます。では、今ちょいと渡りましたので、まずここまで行きます。はい。2目ずつ、1区画に2目ずつ入ります。で、これをギリギリで出します。2目入ったことになるんですよね。2目入ったことになります。はい。で、ここで一回調子を整えます。はい、ここまで来ました。で、最終的には、とにかく進行方向そっちです。だから、ということはここを越えたいんですよ。ここを越えて、こっちゾーンを行きたい。だけど、このままこっち行ったら、ここがさせてないですよね。じゃあ、ここどうすんのって話になるんですけど、私はこの場合は一回ここまで戻ります。そして、ここまで行きます。そしたらここでちょっと戻ります。そしてこっちに行きます。ですね。こういう感じです。これはすごく好みが分かれると思います。私は案外これが好きです。こういう刺し方は、好きなんです。で、この時に一回戻りますね。戻るっていうのはここまで戻ります。戻るときはさらしとさらしの間に糸を通します。裏で重ねてもいいと思います。私はさらしとさらしの間、糸通します。今こういう風に持ってるんですけど、こういう風に持った時でも、最終的な進行方向はこっちなんですよ。それを意識してます。で、じゃあ今ここから糸が出ていて、ここに戻るんですよ。で、これ、裏で重ねてもいいと思います。ちょっとだけすくって裏で重ねて、ここに入れる。でもいいんですけど、私は、さらしとさらしの間を糸通します。今出たところから針を入れてあげます。裏を貫通しないです。はい。間入ってます。今、針が入ってるんですけど、裏からは針は見えてません。さらしとさらしの間に針が入っています。少しだけね。少しだけ入ってます。で、これを私は、こうするとここから、例えばここからピッて出してあげれば早いです。ここね。今ここから出てる。だけど私はこれをくねってします。まっすぐ、これくらいの長さだったらまっすぐでもいいかもしれないけど、私はあえてこれをくねっとさせます。ちょっとめんどくさいです。でもその方が私の好みではあります。くねっとさせて、はい、ここに出します。今、針がちょっとくねっとさせたので、ちょっとしっくりきてないです。で、針は裏からは出てないです。
さらしとさらしの間に糸を通してるんで。で、ここは、ちょっと戻ってるんで、ここね、あまり引きすぎないようにちょっと気をつけて、ふわっとします。ふわっとね、ふわっとします。はい。で、今、ここまで来ました。で、これ、さっき、ビビたるものですよ。だけど、通したのをちょっと説明しますと、はい、これが直線の針目。そこに、あ、にしよう。色変えます。赤で。赤で行くところは、さらしとさらしの間に糸通していると思ってください。例えばもしまっすぐするんだったら、針をこう、まっすぐ入れるんだったら、糸は、例えばここからだとこう通るんですよね。でも私はこれをくねっとさせたいんですよ。だからどっち向きでもいいんですけど、要はこういう感じにする。極端ですけど。ここをちょっとこういう感じにする。でもこれ結局、ピンと引くから、そうするとこう馴染むんですよ。こう絡みつくっていうか、ここに。これは、表からは見えてないです。裏からも見えてないです。さらしとさらしの間にこういう風に糸を通すっていうことです。はい。で、これによってより、なんでそういう風にするかっていうと、もちろんこれくらい短いんだったらいいじゃんっていう話でもあるんですけど、何が言いたいかっていうと、こう、糸が、こういう風にちょっとこうくねってさせてあげることによって、こう、透けた時に、よりここの一体感が出るんですよね。なんか、こういう風にだけ通しちゃうと、なんかこう、二重に見えるっていうか、線がね、ここでこう見えちゃうんだけど、どうせ見えるんだったら、一本のように見えたいわけですよ。できるだけ。だから、くねってさっき図で書いたように、私はします。まあ、よくこういうこともやります。まあ、それをどこまでやりたいかっていうのは人それぞれだと思うんで、私はやりたい人です。どっちかというと。で、では次。今度ね、ここから来ましたので、ここ行きます。ここ行きます。ここまで行ったら戻ります。戻ってこっち行きます。なので、こう思った時も、最終的に向かう方向はそっちだっていうことを意識しながら刺し子をします。では、ここからやっていきます。一区画に2目入れるように、まずは進めていきます。そして、はい、ここまで来ました。で、もう一目上から下に入れてあげると、二目になるんですよね。ここね、入る感じになります。だけど、一回ここで抜きます。で、ここも、ただ折り返しただけなので、引き加減は注意。ふわっと引いてあげます。で、今ここまで来たので、ここまで来たので、ちょっとだけ戻ります。ここまで戻ります。ここね。ここまで戻ります。今ここまで来たので、ここからこっち戻ります。で、戻るときも、ここが、こっちとぶつかるんですよ。ここのラインと、ここのラインが、ここでぶつかるんですよ。ぶつかるときの、針って、糸ですけど、表裏、表裏、表裏っていう感じですよね。ここのパターンをここで崩さないように。だから、表裏、表裏のどこかが
表裏、表、表、裏、裏、あ、裏裏はないか。表、裏、表、表、裏、表、裏、表とかにはなっちゃいけないんですよ。でも、これ、今ここのね、ここの裏ってどうなってるのってなると、この裏ってここなんですよ。これ。もうだから裏はね、すでにね、もう繋がってるようになってるんですよ。私、この繋がるように計算して針目のパターンを考えたので、もう裏は OK。これで OK。裏表、裏表、裏表みたいな感じでちゃんと来てます。だからここも、あと表でこうすくってあげて、裏には貫通しないように。もうね、この流れはもうちゃんとできてるから、それを崩さないように、一目をね、入れまして、一目入れてあげる。で、これも、ちょっとだけ、ちょっと出てるかな？大丈夫かな？はい、大丈夫ですね。はい。はい、ここも、ただ折り返すとこなので、あんまり引きすぎないように。はい、ここまで来ました。まあ、これによって、ここが埋められましたので、こうなったとき、今この向きに持ってます。この向き持ったとき、どっちの方向かってなると、こっちです。となると、まあ、あと残りここしかないので、ここ行ったら、次ここをちょいと越えてあげて、こっちに行くっていう感じです。うん、はい。では、ここから、まっすぐ行きます。一区画に2目入れてあげます。2目入れて、はい、次の2目入れるとき、ここはじゃあね、さっきは一回裏で抜いたんですけど、今回はもう表で行ってしまいましょう。一回ここで調子を整えます。調子を整えまして、ここをちょいと越えてあげます。今回は表からも入れてあげます。これをちょい、ちょい、ちょい、はい、ちょいっと越えました。はい、こんな感じです。まあ、それによって、今ここ、ちょいと越えました。ここね、ここの三角形の中のゾーンがさせました。で、ここの三角形のゾーンの裏どうなってるかっていうと、こうですね。ここですね。今ここが埋まりました。はい、裏から見ていただくとこのような感じになってます。で、とにかくこの三角形の組み合わせですよね。今この三角ゾーンやったから次こっちの三角ゾーン。はい、そしてこっちの三角ゾーンみたいな。で、ずーっとそっちに行く。で、これによって、これが組み合わさっていくと、まあ、ここでも、なんかうっすら Y の字。Y はこっち、こうだと Y に見えるかな。はい。はい、Y。はい、Y。今の組み合わせで、この Y が、これ裏からなんですけど、表からも同じなんですけど、まあちょっと線があるから、ぼやけてしまうんですけれども、Y。Y が見えてくるんですね。はい。これの繰り返しです。ひたすら。今やったことをですね、ぐる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 やっていくんです。で、じゃあ次どういう風にやるのってなると、進行方向はこっちです。だから最終的に次ここをちょいと超えるっていう風に意識します。こっちだから。だからね、こっちで超えちゃいけません。そうすると、こっちになっちゃうから、進行方向が。ね、全体でこう見ていただくと、こうでしょ？で、こっちからずーっと降りてきて今ここだから、こっちからこう行くんですよ。だけど、ここでちょいと超えちゃうと、そっちに行っちゃうんですよ。でもね、これね、よくやってしまいます。何度もやりました。これではね、この模様ではやってないんですけど、こういう感じで
したのが、さっき言った麻の葉の、あの、さらしとさらしの間に横断するように糸通さないでやるパターン。あれと、あと、あられ亀甲の、六角形のところにこういう風に通さないパターンのやつ。あれの時でね、こういう感じでやったんですよ。そうすると、どっかで、あれなんかあっちの方行っちゃったみたいなことがね、これ何度もやって戻ってきて、で、また方向を確認して、あ、こっちだ、みたいなのを、それが好みかどうかの話ですね。で、私は案外好きなんですよ、それは。それは好きで、その仕上がった時の仕上がりが、それがいいんですよね。はい。で、今こう言ったでしょ？こう行きました。で、最終的にはここをちょいと超えるんですよ。ここを超えることを目標にするから、だけどここを埋めなきゃいけないから、ここの時は、今ここから糸出てます。ちょっと戻ります。ちょっと戻ってここ行きます。で、ここまで来たら、ここはちょいと超えてはいけません。ここ間違いゾーンですね。ここやってしまいますね。今はここ行ったら、ここはね、戻るんですよ。戻ってこっち側に行くんですよ。っていうことです。では、やってみますか。で、ここからはもうさっきと同じなんですよ。やることは。もうあとは同じです。で、こうすると、また、たらしがくるっとなっちゃうから、その時に、進行方向を意識していないとこう持つでしょ？それで、ここからこう行くでしょ？そうするとここ超えちゃうんですよ。でも違うんですよ。進行方向はどっちってなるとこっちなんですよ。あ、ここを常にさらしを、向きがね、どうであれ、私は今どっちに向かってるんだろう。大まかにね。大まかに言うと、どっちを目標に、ゴール地点はどっちなんだろう。っていうことを意識することによって、その意識できてると、ああ、こっちじゃないと。ここはちょいと超えてはならぬ。っていうことが、わかるんですよね。でも、多分ここが一番迷うゾーンですね。もうここがね、差し越してあったら、迷わないんですよ。あ、戻るだけだって思うんですよ。でもまだこっちをね、差し越してないから、ここが差し越されてないと行っちゃうんですよね。行きがちさんになってしまいます。でもこれは行きません。ここで戻るのです。ちょいと超えてあげて、戻るんです、ここは。えーと、はい。で、ここを糸を引きすぎないように最後のところでね、ふわっと糸を引いてあげる。で、次は、あとは進行方向ですね。で、今回のここは、ちょいと超えていい場所です。あ、今ちょっとギュッてやっちゃいましたね。私ここで本当は一呼吸か起きたかった。はい。じゃあ、ちょいと超えるとこまで行きますか。ちょいと超えて、はい。もう今日はここまでにしますね。はい。という感じです。なので今日やったとこは、ここの三角形の中と、ここですね。ここの2箇所をやりました。
で、今日差し越したところを見ていただきますと、ここです。ここのあたりをやりました。進行方向は上から下に向かっていきます。だからここを間違えるとこっち側に行っちゃったりするんですよ。極端に言うとね。だけど、こっちです。そのためにはここはちょいと越えていいと。こっちだからね。で、ここを裏から見ていただきますと、このような感じに、こことここをやりました。で、横断するようには糸は通ってなくって、この刺し子の方向に沿わせるようには糸は通してます。で、さっきやったように、まっすぐなところに、こう、ちょっとね、こうくるっと私はただそれが好みであって、ただこれくらい短いんだったら、もうこうやってピッてやっちゃってもいいんじゃないかっていうのもありだと思います。そこをどこまでやるかは人それぞれだと思います。はい、私はこのように、はい、今日ここができました。これが私は案外好きですね。こういう刺し方が。そこは好みは非常に分かれると思います。で、今言ったパターンをですね、ただひたすら繰り返していくんです。そして、ずーっと埋めていく。で、そうすると、ここ、ある程度やっていくと、ここの1本で何センチかっていうのが大体わかるんですよ。で、それ大体わかると、そうすると大まかに言うと、例えば、あとは、1、2、ここ以外でね、ここ以外で、1、2、3、4、5、5箇所ある。そしたら、長さが分かったら、もう5本ピッ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 って切っておく。そうすると、その5本がなくなったら終わり、みたいな感じですね。でも、まだここが残ってるので、私、ここに関しては、例えば、今ここはちょっと、ここから離れてるからダメですけど、ここを例えばですよ。例えばここピーッとまっすぐ行って、それでここちょっと隣行って、ここからこうぐーっと降りてこようかなと思ったんですよ。そういう作戦で考えていたので、ここの直線とここのゾーンをセットで、次はね、もしここからこっち行くときは、それをこの直線をやってから、ぐる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 って降りてこようかなと思っています。はい。なので、それをひたすら繰り返していきまして、もう一回くらいこの、あれをやるか、それでももう全部ここ埋まったところから、次の動画になるかは、私の進捗状況に、どれくらいの進み具合かによるかなと思います。はい。ということで、今回は、変わり毘沙門亀甲の1、2、3、4回目の動画になります。ここのね、こちょこちょ、ちょっと表現難しいんですけど、こちょ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 っていう部分を今日はちょっと難しかったかもしれないです。ぐるぐるしちゃうので、そのあたりは好みが分かれるかなと思うんですけど、私はそういう風に刺した時のこの仕上がりがどんな感じかなっていうのが今から楽しみです。はい。ということで本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。